ソニックさん、もっと早く、もっと早く、もっと早くソニックさんランソニックさん違うんでピリアルさんの開封コーナー。はい、今日開封するのはこちら。ゲームギアミクロ。あ、これじゃねえや。ゲームギアミクロ4個。こちらは特典のピンズなんですけど、最初はこれだけ送られてきました。楽天さん頼むよ。PDR さんお詫びの E メールが来るまで気づかなかったし、すぐに送ってくれたので、よしとしましょう。開封する前にゲームギアのことを知らない人たちのために軽く説明します。セガは、昔任天堂のライバルだったんですよ。で、任天堂のゲームボーイに対抗するために90年にセガはゲームギアを出しました。こちらの白黒、緑のゲームボーイと違って、ゲームギアはフルカラーでバックライトもあったんですよ。90年に。ゲームボーイは2003年のアドバンス SP までバックライトなかったんですよ。お前のこと覚えてるやついねえから。フルカラー、そしてバックライトがあったのにもかかわらず、ゲームボーイに惨敗。理由は多分結構でかかった、クソゲーが多かった、そしてアダプターがないと死活問題。調べたんですけど、ゲームボーイは単三電池4つで30時間遊べたんですよ。それに対してゲームギアは単三電池6つで4、5時間しか遊べなかった。そりゃ負けるわな。PDR さんは子供の頃はゲームボーイしか持ってなかったんですけど、友達がゲームギアを持ってたんで、結構ゲームギアで遊んだりしてましたね。で、その友達かなりお金持ちだったんで、ゲームギアのテレビチューナーとか、マスターシステムが遊べるアダプターとかも持ってました。懐かしいなぁ。てかよく考えてみると結構頻繁にゲームギアで遊んでたのにゲームの内容とか全然覚えてないですね。それだけ印象に残らないゲームだったってことですかね。そしてつい最近出たのがこちらのゲームギアミクロ。こちらはセガが PDR さんみたいな人の懐かしい思い出を利用してお金儲けするために出たんだと思います。賢いのう。4つ買ったんですけど4つとも入ってるゲームが違います。で、この4つと特典で3万円。後で気づいたんですけど Amazon ではこの特典はついてないんですけど2万1000円で売ってました。この特典9000もすんのかよ。頼むよ楽天さん。それはさておき開封していきましょう。とりあえずこちらの特典から開封していきましょう。ソニックの歌思い出せねえ。でねねねねねね。それストリートファイター。おお結構いい。あれ入れるケースなんだ。ピンズとゲーム機を、それいいじゃん。でも、ちゃんと閉まらん。ねえ。これ閉められる。これに入れなきゃダメなの。これだけで閉められるようにしろよ。なんだよ、それ。ピンズ。おー！ゲームのケースがピンズになってますね。昔のゲームギアの。はい、ピンズを入れました。この特典9000の価値あるかって言いますと、個人的にはないと思いますね。ピンズも出来は悪くないんですけど、すごいいいってわけでもないんですよね。これはあくまで特典なんで、メインイベントに行きましょう。ゲームギアミクロ4体。それぞれ色が違くて、4つのゲームが収録されております。青はソニックとテイルズ、ガンスタヒーローズ、シルバンテイル、パクパクアニマル世界飼育係選手権。だからゲームボーイに負けるんだよ。なんだよ、そのゲーム。赤版は女神転生外伝ラストバイブル、女神転生外伝ラストバイブルスペシャル、ザ・ GG。これは忍者外伝のセガ版ですかね。そしてコラムス。テトリスがないからコラムスですかね。ピカチュウバージョンは、シャイニングフォースガイデンもう長えよ、タイトル。シャイニングフォースガイデン2、シャイニングフォースガイデンファイナルコンプ。そして、謎ぷよの、アルルルの、普通のぷよぷよくれよ。なんだよ、このカレーのぷよ文字も。ゲームの種類が
ばいな。そして黒番はソニック・ザ・ヘッジホッグ、ぷよぷよ2、アウトラン、ロイヤル・ストーン、開かれし時の扉。とりあえずこの黒いやつから開けていきますか。てっ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 て、それソニックだよね。ドゥ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 ンドゥドゥドゥンドゥ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 ン。ちっちゃ！えこれ本当にゲーム遊べんの？ちっちゃ！ミクロだって分かってたけど、思ってたよりちっちゃいな。スクリーンこれだけか。これ絶対遊びづらいよね。すげえ。ちっちゃい。でも、ちゃんとゲームギアですね。全部ちゃんと再現されてますね。すげえ。これ電池。はい。これで全部です。マジちっちゃいな。これは単4電池を2つ入れるか、USB で遊ぶことができるんで、電池無駄にしたくないんで、USB でちょっとやってみたいと思います。これほんと遊べんの？これがオンスイッチ。おお見えるかなこれ。うわー、すげえ。うわー、ちっちゃい、見えない。ピントが、ちっちゃすぎてピントがある。めっちゃちっちゃいんだけど。ちょっとソニックやってみますね。セガー。おー！これカメラのファインダー越しでやってるからめちゃくちゃやりづらい。ソニックチッチ。あれはできないのか。あれはソニック2からか。何してるかわかんない。やべえ。ちっちゃすぎてわかんない。そしてちっちゃすぎてピントがなかなか合わない。ちょっと別のゲームやってみましょう。どうやって別のゲームどうやってやるの？ぷよぷよやってみましょう。ぷよぷよあんまやったことないんですよね。一人でぷよぷよ。何が起きてるかわからない。いや、マジか、これ。ちょっと待って。何色かもわかんないんだけど。あ、よかった。これ青？こうだ。やりづれー。すごい見づらいじゃないですか。でも実は、とっておきのものがついてきたんですよ。こちらの、ブラックウィンドウミクロ。ゲームボーイでもありましたよね。こう、上にかぶせて、なんか、虫眼鏡みたいでちょっと大きくなる。これを使えばもうちょっとちゃんと遊べるんじゃないのかと思うので、ちょっと使ってみます。はい。せっかくなんで別のやつでちょっとやってみます。オン。変わんなくね？見えねえよ。余計見づらくなったような気がするんだけど。ちょっと待って、いや、もう始まっちゃった。どうやって打つ？おー何が起きてるかわからん。ジャンプ。見えたら面白そう。何が起きてるかわからない。さっき散々バカにしたパクパクアニマルなんとかをやってみましょう。パクパクアニマル世界飼育セガー。一人で遊ぶ。はい。パスワードとかあるのか。OK 行こう。じゃあ OK 行こう。聞いたかぶ。早い。
え押してない。これマジか。Oh my god これめっちゃおもろいこれもできない。最後ちょっと忍者のゲームが気になったんで、それをやったら終わりにします。おーおーちょっと待って。おー死ねジバニャン死ね。おーこれ面白い。あ車動いてなくね。で、これはおー死ね。はっはっ。いや、これ面白いですね。まあ、忍者ガイデンのパクリ臭いけど。見えない、見えない。ピントが合わない。以上、ゲームギアミクロでした。これはおすすめするかって言いますと、どうだろうね。これ単体で買うと1個5000円するんですよ。だから、昔ゲームギアで遊んで懐かしいなと思った人とか、コレクターにはおすすめするんですけど、それ以外の人は買わなくていいと思いますね。これらのゲーム、多分ほとんどどっかしらで遊べると思うんで、はい、セガさんすいません。でも、楽しかったです。そしてこれをこのまんましまって多分二度と遊べません。ということで、こういう動画がもっと見たかったらぜひ高評価お願いします。じゃあ。カメラ越しじゃないと少し見やすくなったけど、それでもめっちゃちっちゃいですね。昔なんか流行ったキーホルダーのゲームのやつ思い出しますね。で、多分電池でやった方がいいと思うんですよね。すごいちっちゃいからこのコードが邪魔で仕方ないですね。でも結構うまくポートされてると思うんですけど、その辺あんまり詳しくないけど。この忍者のゲームちょっともう一回。道路に落ちたら即死なんだ。でもボタンがなんかちょっと安っぽい感じがします。さっきもうやらないって言ってましたけど、ちょっと気になるゲームがいくつかあるんで、多分もうちょっとやると思うんですけど、まあ1週間ぐらいしたら、ここにまた戻して、このようにここに入れて、入れば、こうやって入れて、倉庫かなんかに入れますね。で、10年後ぐらいに見つけて、こんなものあったなって言って、また倉庫に戻して、まあ、そういうもんだと思うんですよ。こういうギミックは。飾ったり、ちょっと遊んだり、めっちゃ遊ぶようなもんじゃないと思うんですよね。セガのゲームギアでいいだろう。カナダとカラー。洋平君は白黒なんだって。つまんないね。